これは死を望む若者の言葉ではない。帰らない作戦へ組み込まれていく操縦員の言葉だった。1944年10月、フィリピン・レイテ沖。日本軍は一つの壁に突き当たっていた。爆弾を落としても当たらない。魚雷を放つ前に撃ち落とされる。熟練搭乗員は不足し、燃料も訓練時間も足りない。一方、米軍の艦隊防空はレーダー、戦闘機、対空砲火によって強化されていた。では、どうすれば敵艦に命中させられるのか。その答えは単純だった。爆弾を落とすのではなく、爆弾を積んだ機体そのものを当てる。そして最後の瞬間まで人間に操縦させる。命中率を人命で補う。これが神風特攻の核心だった。しかし、なぜ日本軍はそこまで追い詰められたのか。なぜ若者の死を作戦として制度化したのか。この動画では神風特攻を美談としても単なる狂気としても扱わない。見つめるのは軍がその決断に至った理由である。神風特攻と聞くと多くの人は遺書や別れの場面を思い浮かべる。母への手紙、出撃前の写真、二度と戻らない飛行機。しかし本作の問いはそこではない。なぜ若者は飛んだのか。ではなく、なぜ軍は若者を飛ばせる作戦を作ったのか。神風特攻は突然生まれた狂気ではない。それは敗戦へ向かう日本軍が通常の戦い方を失っていく中で選んだ制度化された片道作戦だった。開戦初期、日本海軍航空隊は高い練度を持っていた。真珠湾攻撃、マレー沖海戦、インド洋作戦、熟練搭乗員による航空攻撃は連合軍に大きな衝撃を与えた。しかし、この優位は長く続かなかった。1942年6月、ミッドウェー海戦。日本海軍は主力空母4隻を失う。その後もソロモン、ガダルカナル、マリアナと航空戦力は消耗していった。特に1944年6月のマリアナ沖海戦では、日本海軍航空隊が大きな損害を受ける。米軍側ではこの戦いがマリアナの七面鳥撃ちと呼ばれるほど、日本機は大量に撃墜された。問題は機体だけではない。より深刻だったのは搭乗員の損失だった。航空攻撃はただ飛行機を飛ばせば成立するものではない。敵艦を発見する。防空網を突破する。爆弾や魚雷を正確に投下する。そして帰還する。そのすべてには長い訓練と実戦経験が必要だった。しかし1944年の日本軍にはその熟練が足りなかった。燃料不足により訓練時間も削られていく。十分に訓練されていない搭乗員では急降下爆撃や大撃の命中率を維持することは難しい。ここに特攻が生まれる第一の理由がある。特攻は勇気が余って生まれた作戦ではない。通常攻撃で命中させる能力が失われていく中で生まれた作戦だった。日本軍を追い詰めたのは自軍の消耗だけではなかった。米軍の艦隊防空は戦争が進むほど強化されていった。レーダーで敵機を早期に探知する。戦闘機を上空に待機させる。艦隊全体で対空砲火を集中する。被害を受けても沈没を防ぐ損害復旧能力を高める。日本機は敵艦に近づく前に撃墜されることが増えていく。通常爆撃には接近、照準、投下、離脱が必要だ。雷撃にも低空で敵艦に接近する技量と胆力が必要だ。
しかしその技量を持つ搭乗員は足りない。ここで日本軍の発想は危険な方向へ進む。爆弾を落として外れるなら爆弾を積んだ機体ごと当てればいい。魚雷を放つ前に落とされるなら最後まで操縦して敵艦へ突入すればいい。これは非人道的だ。しかし当時の軍事的計算としては命中率を上げる方法に見えてしまった。機体が古くても爆弾を積めば兵器になる。搭乗員の技量が低くても最後まで目標に向かえば命中する可能性がある。帰還を考えなければ燃料や訓練の不足も一部は無視できる。ここで日本軍は一線を越えた。特攻は合理性がなかったから生まれたのではない。合理性の中から人間の生還という前提が消えた時に生まれた。ではなぜ1944年10月にフィリピンで特攻が制度化されたのか。理由はレイテにある。1944年10月、米軍はフィリピンのレイテ島へ上陸する。日本軍はこれを迎え撃つために小1号作戦を発動した。フィリピンは日本にとって単なる占領地ではない。南方資源地帯と日本本土を結ぶ重要な中継点だった。石油、ゴム、鉱物資源。戦争継続に必要な物資は南方から海上輸送で運ばれていた。フィリピンを失えばその連絡線は大きく脅かされる。日本軍はレイテ湾の米上陸部隊へ艦隊を突入させようとした。中心となったのが栗田武雄中将の艦隊である。しかしその前に問題があった。米軍には空母部隊があった。日本艦隊がレイテ湾へ突入するには米空母の働きを少しでも鈍らせる必要があった。そこで出てきたのが特攻だった。1944年10月19日、フィリピンルソン島のマバラカットで大西滝次郎中将がゼロ戦に250キロ爆弾を積み米空母へ突入させる構想を述べたとされる。この構想で重要なのは敵艦を沈めることだけが目的ではなかった点である。米空母を混乱させる。上陸支援を乱す。栗田艦隊がレイテ湾へ向かう時間を稼ぐ。つまり特攻の初期目的は戦争全体を勝利に導く大作戦というより目の前のレイテ決戦を成立させるための時間稼ぎだった。数日あるいは1週間、その時間を得るために日本軍は若い搭乗員の生還を作戦の前提から外した。なぜレイテにそこまでこだわったのか。それはフィリピンの喪失が日本の戦争継続能力を直撃するからだ。日本は資源に乏しい国だった。戦争を続けるには南方からの石油や資源が不可欠だった。しかしアメリカ軍がフィリピンを抑えれば日本本土と南方資源地帯を結ぶ海上交通はさらに危険になる。燃料が来ない。艦隊が動かない。航空機も飛ばせない。訓練もできない。戦争を続けるための血液が止まり始める。1944年10月23日から26日にかけて行われたレイテ沖海戦は第二次世界大戦でも最大級の海戦とされる。日本海軍は残された大規模艦隊戦力を投入した。しかし結果は敗北だった。以後日本海軍が同じ規模で艦隊行動を行うことは困難になる。神風特攻はこの崩壊の中で生まれた。つまり特攻は単なる航空戦術ではない。補給線が断たれ通常戦力で戦えなくなりつつあった国家がなお戦争を続けようとした結果だった。日本軍が守ろうとしたのは名誉だけではない。戦争を続けるための時間と資源ルートだった。
そしてその不足を埋めるために人命が使われた。神風特攻の推進者として知られるのが大西滝次郎中将である。大西が特攻を推進した責任は重い。この点を曖昧にしてはならない。しかし特攻を大西一人の狂気として描くと問題の本質は見えなくなる。1944年秋の日本軍にはすでに特攻を生み出す条件が揃っていた。通常航空船の破綻、熟練搭乗員の不足、燃料不足、米軍防空網の強化、フィリピン喪失の危機、戦果を必要とする上層部、そして死を名誉として語る軍内文化。大西は特攻の扉を開いた人物だった。しかしその扉の前まで日本軍を追い込んだのは組織全体の失敗だった。ここで重要なのは体当たりそのものと制度化された特攻を分けることだ。1944年10月21日、オーストラリア海軍の10巡洋艦オーストラリアに日本機が突入し、艦長を含む多数の死傷者を出した。これは公式な神風特別攻撃隊以前の体当たり事例として語られる。一方、1944年10月25日、関幸夫大尉が率いる四季島隊は米護衛空母軍を攻撃し USS セントローを沈没させた。神風特攻の本質は体当たりがあったことではない。体当たりを軍が最初から静観しない作戦として編成したことだ。偶発的な死が制度になった。ここに神風特攻の本当の始まりがある。特攻はしばしば志願として語られる。しかし軍隊の中での志願は現代の自由な選択とは違う。上官がいる、仲間がいる、部隊の空気がある、国家への忠誠が求められる、死を名誉とする言葉がある。その中で私は生きませんということは本当に自由だったのか。もちろん隊員たちの思いは一色ではない。国のためと信じた者もいた。家族を守るためだと考えた者もいた。仲間に遅れたくないと思った者もいた。そして死にたくないと思いながら断れなかった者もいたはずだ。ここで見なければならないのは志願という形式が片道作戦を可能にしたことだ。明確に死んでこい命じれば命令する側の責任ははっきりする。しかし志願という形を取れば表面上は本人の意思に見える。命令と志願の境界が曖昧になる。その曖昧さが特攻を制度として動かした。若者の覚悟は軍の作戦資源に変えられていった。特攻とはただ命令された死ではない。また完全に自由な自己犠牲でもない。組織の圧力と時代の言葉と個人の責任感が重なり、死が本人の意思として処理された作戦だった。特攻はなぜ一度で終わらなかったのか。理由は明確だ。一定の効果があったからだ。1944年10月25日、関幸夫大尉が率いる部隊の攻撃により USS セントローは沈没した。これは制度化された神風特別攻撃隊の象徴的な諸戦果として扱われる。日本軍にとってこの結果は大きな意味を持った。通常攻撃では届かない相手に特攻なら届く。少ない機体でも米艦艇に大損害を与えられる。劣勢を補う手段になる。しかしここには危険な問題があった。特攻機は帰ってこない。
攻撃した本人からの報告はない。命中したのか、至近弾だったのか、煙を上げただけなのか、撃沈なのか、大破なのか。戦場では正確な確認が難しい。そのため戦果は過大評価されやすくなった。特攻機は帰らない。だから攻撃の成否を本人が報告することはできない。残されるのは遠くから見た火柱、煙、爆発音、護衛機や観測者の断片的な報告。命中したように見えた。艦が燃えているように見えた。沈んだように見えた。戦場ではそれが撃沈や大破として処理されることがあった。もちろん特攻は完全に無効ではなかった。命中すれば艦艇に深刻な損害を与えた。USS セントローの沈没はその事実を日本軍に強く印象づけた。だが実際の効果と効果があるように見えたことは違う。日本軍はその2つを十分に分けられなかった。少数の成功が大きく見えた。失敗は海の上に消えた。機関車がいないため検証は難しかった。こうして特攻は例外的な手段から繰り返し投入される作戦へ変わっていく。特攻は失敗したから止まらなかったのではない。少し効いた。大きく効いたように見えた。だから止まらなくなった。レイテで始まった特攻は1945年の沖縄戦でさらに大規模化する。海軍の菊水作戦、陸軍航空部隊の総攻撃、九州や台湾などの基地から特攻機が沖縄周辺の連合軍艦隊へ向かった。目的は米軍の上陸作戦を支える艦隊に損害を与えること、進行を遅らせること、本土決戦への時間を稼ぐことだった。沖縄戦では米軍のレーダーピケット艦が主力艦隊の前方に配置された。敵機を早期に発見するためである。しかしそれは特攻機の最初の標的になることでもあった。特攻は米軍にとって現実の脅威だった。心理的にも作戦上も無視できない攻撃だった。資料によって数字は異なるが、特攻により多数の連合軍海軍関係者が死亡し、多くの艦艇が沈没・損傷した。しかしここで日本軍は大きな誤算をしていた。敵に痛みを与えることと敵を止めることは違う。アメリカには損傷艦を修理する力があった。航空機を補充する工業力があった。兵員と物資を送り続ける兵隊があった。日本軍は米軍に大きな損害を与えれば侵攻をためらうと考えた。さらに本土決戦では米軍に高い犠牲を強い、戦争の終わり方を変えられると期待した。連合軍の日本本土侵攻計画はダウンフォール作戦と呼ばれた。九州上陸のオリンピック作戦、関東上陸のコロネット作戦。日本側も結網作戦として本土決戦を準備していた。つまり特攻はレイテだけの作戦ではなかった。沖縄で拡大し、本土決戦でさらに使われる予定だった。特攻は勝つための作戦というより、負け方を変えようとする作戦だった。しかし米軍の侵攻意志を折ることはできなかった。神風特攻はなぜ始まったのか。その答えは一つではない。通常攻撃が成立しなくなった。米軍の防空網を突破できなくなった。燃料も訓練時間も熟練搭乗員も足りなかった。フィリピンを失えば補給線が断たれる。レイテで栗田艦隊の突入まで時間が欲しかった。大西一人ではなく組織全体が戦果を必要としていた。志願という形式が死を作戦に変えることを可能にした。初期戦果が特攻を使えると思わせた。
そして米軍に高い犠牲を強い、戦争の終わり方を変えようとした。神風特攻は若者が死を望んだから始まったのではない。敗北を認められなかった軍隊が命中率、時間、戦果、責任の不足を人命で補おうとした。その時、兵士は操縦士である前に兵器の一部にされた。特攻を理解するとは、彼らの死を美しく飾ることではない。ただ残酷だったと片付けることでもない。人間を作戦の部品に変えてしまう構造を事実に基づいて見つめることだ。特攻は死を選んだ若者の物語ではない。死を作戦にした組織の物語である。